皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちら、ガレリアの残骸になります。あれ、これって。はい、そうです。こちらはカピラボのカキさんが、以前ハードオフで6600円で見つけたガレリアの残骸になります。で、なんでそれがここにあるの？ですね。シュラさん見てみて、このガレリアの残骸、6600円で8世代 i7 も乗っててめっちゃお得だったんだよ。確かにこれはかなりお得だね。ということでこれ、かっこいいゲーミングパソコンに組み替えておいて、ということで実はこれ5月に届いてたんですが、なかなか手をつけてなかったんですよね。いやさっさとやりなさいよ。ということで今回はこちらのパソコンを、かっこいいゲーミングパソコンに組み替えていきましょう。もしこの動画が少しでも面白かったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ちなみに、今回は Twitter 企画もありますので、ぜひ最後まで見ていってください。それでは行ってみましょう。ではまず分解していく前にこちらのジャンクパソコンのスペックを見てみましょう。こちらはカキさんがハードオフで6600円で購入した、インテル Core i7-8700 が乗ったガレリアの残骸となります。中身は CPU、マザーボード、電源、CPU クーラーが付いており、メモリやグラフィックボードはカキさんが後から付けました。あれ、このグラボって。はい、こちらは以前私が購入した GTX980 になります。こちらはカキさんがこのパソコンに欲しいということで売りつけました。売りつけたって。では一応この状態で動くかどうか確認をしてみましょう。CMOS 電池が入ってないので、常に BIOS がリセットされた状態になっています。はい、ガレリアのロゴが出て、BIOS 画面まで表示されました。とりあえず BIOS まで起動クリアね。ですね。では、こちらのジャンクパソコンを、ピカピカゲーミングパソコンに組み替えていこうと思います。果たしてどんなパソコンが出来上がるのか。ちなみにこれが残骸の抜け殻です。抜け殻。シュラララ。ではまずケースから、今回使用するケースはこちら。ディープクールのマトリックス70になります。こちらは3つの RGB ファンが付属しているモデルで、E-ATX のマザーボードまで対応するパソコンケースとなります。いきなりキラキラ感があるケースね。ですね。中身はこんな感じでかなり広いケースになります。ケースを変えるだけでもかなり違うわよね。はい、それではこのケースに6600円の残骸を移植していきましょう。マザーボードを設置する前に、こちらのリアファンを外していきます。なんで？そのままでも取り付けられるんですが、今回はリアファンもピカピカにしようと思います。どんだけピカピカにする気よ。ということでこちらにマザーボードを設置していきます。マザーボードを取り付ける前に忘れてはいけないのがこちらの I/O パネルですね。これを付け忘れると全部分解しないといけなくなるので、必ずマザーボード取り付け前に取り付けましょう。最近はマザーボードに一体型になっているものも増えているので、一体型は忘れる心配がなくて安心ですよね。では続いてマザーボードを取り付けていきます。I/O パネルに合わせて、ネジ止めをしていきます。ということでこんな感じに取り付けたら、続いて CPU クーラーを取り付けていきます。今回はゲーミングパソコン感を出すために簡易水冷を取り付けたいと思います。簡易水冷。はい、今回使用する簡易水冷はこちら。アンテックのネプチューン 240ARGB になります。こちらは 240mm のラジエーターのオールインワン簡易水冷となります。CPU が軽付きではないので簡易水冷まで必要ではないかと思いますが、まあ冷える分には問題はないですし、何より、ゲーミング感が増しますよね。そこが狙いか。まずはラジエーターにファンを取り付けて、今回はケースのトップに取り付けました。CPU の冷却をメインに考えればフロント部分にラジエーターを取り付けた方がいいと言われていますが、今回使用する簡易水冷のファンが2つということもあり、フロントのファン3つを揃えた方が綺麗かなと思い、トップに取り付けていきます。では続いて CPU グリスを塗っていきます。CPU にグリスをつけていきます。使用する CPU グリスは SMZ01R を塗っていきます。カードで伸ばして、マスキングテープを剥がしてグリス塗りは終了です。まあこんな感じですかね。そしたら水冷ヘッドを取り付けて、これで完成。では続いてメモリも取り付けていきます。こちらはアンテックの刀というメモリで、DDR43200MHz、8GB×2 枚の構成となります。これ、ヒートシンクがかなり重厚感があってめっちゃかっこいいんですよね。ただ CPU がメモリ速度 2666MHz までしか対応してないので、
ちょっと持ち腐れてしまいますがね。ちなみにこのメモリはカキさんからです。続いて電源を入れていきます。電源はもともとついていた 500W 電源をつけていきます。ネジ止めをして完成。続いて忘れる前のリアファンですね。今回はこちらの RF120FS というのを用意したので、ケースと同じディープクールなら綺麗に見えるかなと思ってこちらに変更します。毎回思うけど、ケースファンのネジってなんでこんな硬いんだろう。ここまで来たらもうラストですね。はい、グラフィックボードを取り付けます。こちらは GB 製の GTX980 になります。かつてのハイエンドグラボということもあり、今でもゲームするには結構使えるんですよね。その辺の性能は後ほど見ていきます。ということで組み込みはこれで完成となります。これで終わり。ここから地獄の配線作業が待っているんですよね。ああ配線は性格が出るわよね。はい、頑張ります。最後に CMOS 電池を入れて、完成。シュラララ。はい、ということで完成しました。配線はうまくできたの。約2時間かけて私の限界を迎えました。ダメじゃん。ではこのパソコンの性能を見る前にスペックのおさらいです。CPU は Intel Core i7-8700、マザーボードは ASUS Prime H370A、メモリは Antec Katana DDR43208GB が2枚、ストレージは東芝 NVMe.256GB、CPU クーラーは Antec Neptune 240ARGB、電源は 500W80 プラスブロンズ、ケースはディープクールマトリックス70で、検証は Windows 10ホームで行いました。ではここからはこのパソコンの性能をサクッと見ていきたいと思います。このパソコンでどのくらいゲームとかできるのかしらね。それでは行ってみましょう。シネベンチ R23。ではいつものシネベンチ R23 をやってみましょう。結果はこちら。マルチが8181ポイントと7822ポイント、シングルが1128ポイント、アイドル時の温度が28度で、最高温度が69度と71度でした。さすが簡易水冷、ケース内でもちゃんと冷えてくれてますね。では次はゲームベンチ見てみましょう。ファイナルファンタジー14。設定はフル HD の最高品質になります。13286のとても快適判定となりました。FPS 平均も100以上出ていました。結構やるわね。次。ファイナルファンタジー15。こちらはフル HD の高品質で行いました。結果は5547のやや快適判定でした。フレームレートも平均で60を切ってしまっているので、低設定でギリギリ遊べるのかな、といった印象です。では次。エルデンリング。こちらもフル HD で左がグラフィック設定高、右がグラフィック設定中となります。こちらのゲームはフレームレートが60までしか出ないんですが、高設定でも60付近を出てはいるんですが、時折60を切ることがあるので、60に張り付かせたいって人は中設定がいいかもしれません。では次。モンスターハンターライズ。こちらもフル HD で左がグラフィック設定高、右がグラフィック設定中となります。高設定だと 60fps は出るけど100までは出ない。中設定だとスタートはそこまで高くないんですが、中盤から144付近を出せるようになってくるので、120から 144Hz を出したいなら中設定、そんな感じですかね。いつもの青足楽くんです。モンスターの戦闘時は中設定だと 144Hz ぐらい出てるんですよね。まあモンスターやフィールドによっても違うかもしれませんが。では次。エーペックスレジェンズ。はい、みんな大好きエーペックスのお時間です。いやあんたが好きなだけでしょ。それは間違いないですね。で、設定はフル HD で左がグラフィック設定デフォルト、右が競技設定となっております。エーペックスもやはり設定でここまで差が出ると、購入するグラボを悩んでしまいますよね。
ただデフォルトでも60以上は出てるので遊べなくはなさそうです。ということで戦場にも行ってみました。上空だとさすがに大きな差はなさそうですね。地上だと場所によって FPS の差がないところもありますが、やはりデフォルト設定の方が FPS が平均で100前後となってしまうので、120Hz 以上のゲーミングモニターを使う場合は競技設定の方が良さそうですね。一応デフォルト設定でもゲーム自体はできないことはありませんでしたが、ちょっともっさりしてる感があったのでご注意ください。シュラララ。はい、ということで今回は、カキさんが見つけた6600円ジャンクパソコンを、ピカピカゲーミングパソコンにしてみた動画でした。確かに元のこれよりは、かなりゲーミングパソコン感が出たんじゃない？ですね。で、今回はこちらのパソコンを Twitter 企画に回そうと思っているので、ぜひ Twitter の方も見ていただければと思います。あ、2点だけ注意なんですが、こちらの M.2 のネジなんですが、台座がなかったので、ちょっと斜めになっております。それからもう一つ、ここにある結束バンドなんですが、この裏側に簡易水冷のコントローラーが取り付けられています。テープで留められなかったので結束バンドで軽く留めてるだけなので、ご自身で付け直してもらえると思います。何それあんたちゃんとやりなさいよ。いやなんか両面テープで付けられなかったんですよね。ということで本日はここまで。このゲーミングパソコンがかっこいいと思えたら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけん、ポン。またねー。